マイの日本語ポッドキャスト。こんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さんお元気でお過ごしでしょうか？私は元気です。はい。先週の金曜日に久しぶりにライブ配信をやったんですけど、その時にね、遊びに来てくださった皆さん、本当にありがとうございました。皆さんのおかげで本当に楽しい時間を過ごすことができました。で、本当にいっぱいいろんな話して、もうすごい盛り上がっちゃってね、2時間ぐらいライブ配信やったんですけど、最後まで皆さん付き合ってくれて、本当にね、長い時間付き合ってくださってありがとうございました。そう。で、その時に、たくさんね、いろいろなコメントをいただいたんですけど、その中に私のこのポッドキャストについてのコメントもいくつかいただきました。例えば、リクエストしたいテーマがあるんですけど、リクエストしてもいいですかっていうコメントとか、あと、説明のポッドキャストよりも、舞さん自身のエピソードについて、これからもたくさん聞きたいですっていうね、そういったコメントもいただきました。はい。で、このポッドキャストを聞いてくださっている方の中には、こんなテーマ聞きたいな、リクエストしたいなって思ってる方いらっしゃるかなって思うんですね。はい。なので、本当にいつでも、リクエストしてください。はい。で、コメントに残してもらってもいいですし、やっぱりこう、コメントはちょっと恥ずかしいなっていう方も中にはいるかなって思うんですよ。なので、この、今日のこのポッドキャストのね、概要欄にメールアドレスを載せておきますので、そちらの、メールアドレスにメールをしてくださっても大丈夫です。はい。なので、もしこんなテーマ聞きたい、こんなテーマで話してほしいっていうのあればね、どしどしリクエストください。はい。メールでもコメントでも大丈夫です。お待ちしています。はい。じゃあ、今日のね、テーマやっていきましょうかね。今日はですね、今でも捨てられない大切なものについてお話ししていきたいなと思います。皆さんは今でも捨てられない、本当に大切にしているものって何かありますかね？うん。実は私は、物を増やすのがあんまり好きじゃないタイプなんですね。なので、定期的に断捨離を行うんですよ。で、この断捨離っていうのが何かっていうと、必要のないものを捨てて、身の回りをすっきりさせることを断捨離と言います。そう、基本的に最低限のものしか置きたくないタイプなんですよね。なので、そもそもあまり買い物をたくさんするっていうタイプではありません、私は。うん。本当に必要なものを買うタイプですね。だからこう、何か欲しいものがあった時に、一度真剣に考えます。本当にこれって必要なものかな？本当にこれから先もずっと使っていくかな？みたいに。そうそう。そういうことを考えた上で買い物をするようにしていますね。なんですけど、そんな私でもね、捨てられない大切なものっていうのがいくつかあります。はい。なので今日はね、それを思い出話を含めてご紹介していきたいなと思いますので、ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。そしてこの前の日本語ポッドキャストではメンバーシップもやっています。興味がある方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。はい、まず一つ目の大切なものは、リサとガスパールのぬいぐるみです。はい。いつも私がこのポッドキャストを撮るときに、後ろに映っている子たちですね。今も置いてありますね。白と黒のあのぬいぐるみがリサとガスパールです。うん。このぬいぐるみは、
私が高校2年生の時に、当時クラスで一番仲良かったお友達2人がね、プレゼントしてくれたものなんですよ。そう。で、リサとガスパールは、私が中学1年生の頃から、もうすごく大好きで、で、今でも一番好きなキャラクターなんですよ。そうで、そのね、プレゼントしてくれた子たちも、当時、私がリサとガスパール大好きっていうことを、知っていたので、それでね、プレゼントしてくれたんですよね。もう今でも、その時の、プレゼントしてくれた時のことを今でも鮮明に覚えているんですけど、もうすっごい嬉しくてね、もうめっちゃ感動したのをね、今でも覚えています。うん。で、このリサとガスパールは、フランスの絵本に登場するキャラクターなんですよね。で、白い子がリサで、黒い子がガスパールって言います。うん。で、実はね、私って、ぬいぐるみは全然興味がないタイプで、今までもこう部屋にぬいぐるみを飾ったり、こうベッドにぬいぐるみ置いたりっていうのをあんまりしたことないんですよ。うん。なんですけど、このリサとガスパールだけは、もう本当に大切で、今でももう大切にこう、ああやってね、飾っていますね。うん。で、私今まで何回もお引っ越しをしてきたんですけど、私が引っ越すたびに一緒に連れて行っています。そう。だから今回もね、韓国に一緒に引っ越してきたんですよ。うん。一番最初韓国に来た時は、私留学で来たんですけど、その時ももう迷うことなく、一緒に韓国行こうねって言って、キャリーケースに入れましたね。うん。で、本当に、綺麗に、ずっと綺麗に、こう飾っておきたいので、定期的に洗濯もしています。そう、お風呂入ろうねって言って、お洗濯も、定期的にしていますね。なのでほんとそれくらい大切なぬいぐるみなので、これから先ももちろん捨てることはありませんし、うん、多分一生大切にするんじゃないかなって思いますね。二つ目の大切なものは、リサとガスパールのペンケースです。はい。またね、リサとガスパールなんですけど、このペンケースは、今、デスクの上にあります。これです。はい。今ね、画面を見ずに、耳だけで聞いている方はごめんなさい。ちょっとね、今画面にペンケース映しています。そう、このペンケースなんですけど、めっちゃ可愛くないですか？いっぱいリサとガスパールがいるんですよ。そう、赤いペンケースにリサとガスパールがいっぱい描かれているデザインなんですけど、これも本当に今でもお気に入りで、大切に使っています。はい。で、これは、高校1年生の時に買ったお気に入りのペンケースなんですけど、雑貨屋さん行った時にね、このペンケースが売ってて、うわ、めっちゃ可愛いって、もう一目惚れ。うん、このデザインに一目惚れして、で、買ったんですよ。で、私って、あんまりね、必要以上に荷物を持ち歩きたくないタイプで、昔から。なので学生時代も、なんかもう本当にペンとかも必要最低限使う分だけ、こう、入れたいっていうタイプだったので、そんな私に、ほんとサイズ感もぴったりだったんですよね。うん。すごいコンパクトなペンケースが欲しかったので、このサイズ感もそうだし、デザインも本当に可愛くって、そう、すぐに買いましたね。うん。でも、もうこの高校1年生の時に買って、ずっと
今もね、使っているんですけど、ずっと使ってるから、もうとうとう壊れちゃって、このファスナーが壊れちゃって、ほら、もう途中までしか閉まらなくなっちゃって、もう絶対ここで止まるんですよ。そう。なのでね、ああ、壊れちゃったかと思って。でももう仕方ないですよね。だって、高校1年生からもう何年使ってるのっていうぐらい使ってるから、うん、そろそろ寿命かなって思うんですけど、こういうちょっと端っことかもね、ちょっとなんか破れちゃったりとかもしてるんだけど、そう。でも、半分まで閉まるんだったら全然使えるじゃないですか。そう。だから、この中にペン入れて、今も使ってます。うん。これはね、ファスナー壊れちゃったんだけど、でも捨てられないな。うん。で、ちょっと新しいペンケースも買おうかなって思って、いろいろ探してるんですよ。もちろんリサとガスパールで。うん、探してるんですけど、もともとね、リサとガスパールのペンケースってそんなに数が多くないと思うんですよね。うん。だけど、いくつかあるので、ネットで調べたんですけど、わあ、欲しいって一目惚れするデザインにまだ出会えないのでね。うん、まだ買えてないです。でも、もし新しいペンケースを買ったとしても、これは絶対に捨てません。そう。それくらい本当に大好きな、うん、大切なペンケースですね。そう。このデザインが、またね、同じデザインで売ってくれたら、それが一番いいんですけど、そう、もうほんとそれくらい気に入ってますね。うん。なのでこちらも、うん、本当に捨てられない大切な、ものです。そして3つ目の大切なものは、20歳になった自分にお祝いで買ったプラダのバッグです。はい。これもね、本当に思い出が詰まったバッグなので、本当に捨てることができないものの一つですね。うん。あの、私が20歳、21くらいの時に、ロサンゼルスに旅行に行ったんですよ。で、その時に、もう20歳超えてね、成人になった自分に、初めてブランドバッグを買ったんですね。そう。成人した自分にプレゼントしたんですよ。うん。で、もう10代の頃から成人したら自分にこうブランドバッグを買ってあげようっていうのを決めていたので、もう10代の頃からお金を貯めていたんですよね。そう、アルバイトとかして、もう一生懸命お金を貯めたんですけど、そう。で、ロサンゼルスに行くっていうのが決まってから、もう絶対にロサンゼルスで、ブランドバッグを買うって決めてね。そう。で、コツ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 貯金を頑張りましたね。うん。で、どんなブランドのバッグ買おうかなっていろいろ悩んだんですけど、当時ね、プラダにすごく憧れていたんですよ。もう、プラダがすごい可愛いなって、プラダのバッグ欲しいなって思っていたので、そう。なので、プラダのバッグを選びましたね。うん。で、その時、あの、初めてブランド店に入って、で、しかも海外なわけじゃないですか。ロサンゼルスだから。そう。だからもう全てが初めてのことだらけで、すごく緊張したのを今でも覚えていますね。うん。で、英語も話せないから、もう片言の英語で、どんなデザインがいいかとか、で、どんなカラーがいいのかとかね、もうそういうものを一生懸命片言の英語で店員さんに伝えたんですよね。そう、それで、
店員さんがいくつか、こんなのはどうって言ってね、いくつかこうバッグを出してくれたんですよね。で、その店員さんがすごく親切で、もう優しく、対応してくださったことをね、今でも鮮明に覚えていますね。で、いくつかね、こうバッグを出してくれて、でも本当にどのバッグもすっごい可愛くてね、もうすっごい悩んだんですよ。はあ、どれにしようってめっちゃ悩みました。うん。でも、こう、いくつになっても、こう何歳になってもね、使えるバッグがいいなと思って、その中で一番シンプルなデザインにしましたね。そう。本当にデザインもすごくシンプルで、色も落ち着いたベージュカラーなんですけど、そう、それを選びました。で、本当に、もちろんね、今も大切に使っているんですけど、このデザインにして良かったなって思っています。はい。きっとね、このバッグはこれから先も、もう一生使っていくんじゃないかなって思います。うん。あの、本当にこのバッグも多分ずっと使っていくだろうし、もちろん捨てることもできないんですけど、やっぱ何より思い出が詰まっているから、それが大きいですよね。うん。自分に初めてこう、あんなに高級なものをプレゼントしたっていうのも初めてだし、で、ブランドバッグを買ったっていうのも初めてだったので、そう、もうそのバッグをこう見るたびに、その時のロサンゼルスの旅行を思い出しますね。本当にいい買い物をしたなーって思っています。4つ目の大切なものは、学生時代、友達からもらったお手紙です。はい、これもね、捨てられない。もう今でも大切に、取ってあります。うん。学生時代って友達と手紙交換とかめっちゃするじゃないですか。皆さんもした経験ありませんか？ねえ、私は本当にお友達とすっごいたくさん手紙交換をしていたんですけど、もうすっごいだから大量なんですよ。もうめっちゃあるんですけど、その手紙をね、こう大きいボックスの中にこうしまって、今でも大切に保管しています。で、さすがに韓国には持ってこれないので。だってもう、小学生の頃から、もう学生時代ずっと、もらった手紙なので、もうめっちゃ量が多いんですよ。そう。だからさすがに韓国に持ってくることはできないので、東京の実家に置いてあるんですけど、こう、たまにね、こう日本に帰った時、部屋の整理した時に、たまに読み返すんですけど、もうね、なんだろうな、恥ずかしいっていう気持ちと、懐かしいっていう気持ちが、こうもうミックスされた、そんな気持ちになりますね。うん。もうなんか、ああ、本当に青春時代を過ごしたなーって思います。こう手紙読んでると、あ、こんなことあったんだ。わあ、当時の私ってこんなんだったんだって、もう、なんだろう、思い出せるので、それもすっごい楽しいですね。で、その友達の手紙には、こう当時の担任の先生の愚痴が書いてあったりとか、そう。あとは、私結構学生時代、なんか恋愛相談みたいな、うん、恋愛相談をされることが結構多くて、そう、そういう相談内容とかが書いてありましたね。うん。そう、なんか、その友達のね、好きな子についてこうバーって書いてあったりとか、なんか告白したいんだけど、なんて言ったらいいか、なんかなかなか勇気が出なくて告白できないとかね、もうそんなことが書いてあって、うーわー、めっちゃ青春って、うん、思いましたね。そう。なんかこう、今読むと、なんか今だったらね、もう30代なので、
なんか今だったら、そんなのもう直接はっきり言っちゃえばいいじゃんとか思うんですけど、でもね、当時のね、10代の時って、こうなかなかね、勇気が出なかったりとか、こう言いたいことがあってもうまく相手に伝えられないみたいな、そういうことあるじゃないですか。うん。なので、そういうのも、本当に懐かしいなって、思いますね。だからそういうなんか思い出を振り返るっていう意味でも、このお手紙たちも捨てることができません。うん。あとは、友達からもらったお手紙もそうなんですけど、家族からもらったお手紙とかもあるので、そういった手紙ももちろん捨てることできません。うん。なので、家族からもらった手紙も全部そのボックスの中に入れてます。うん。で、結構私のお母さんがお手紙をたくさん書いてくれたので、そう、今でもたまに書いてくれますね。そう、なので、お母さんからの手紙が圧倒的に家族の中では多いんですけど、そのお母さんからもらった手紙も全部取ってあります。なんかね、小学生じゃない、保育園保育園に通ってた時にもらったお手紙もありました。うん。で、今読み返してもね、なんかもう本当にお母さんからの愛情たっぷりの、なんか言葉がいっぱい書いてあって、そう、うるっときちゃいますね。うん。なんかやっぱり、今の時代って、こう SNS とか、ネットがね、普及したので、こう、友達とか家族と連絡取る時も、本当にスマホでやり取りするじゃないですか。なので、お手紙を書くタイミングって、もうそんなに昔ほどないんじゃないかなって思うんですね。だけど、私はこの、なんか、お手紙っていうのは、本当に大切な文化というか、すごく大切だなって思うんですよ。うん。やっぱりこう、LINE とか、そういうスマホで送るメッセージよりも、直接字で書いた方が気持ちが伝わる気がするし、もらった方も嬉しいしね。うん。で、普段はなかなか言えない、直接言うことができないことも、その手紙には、こう書いたりできるのでね。うん。そういう意味でも、本当に手紙って素敵だなって思うので、私は今でもね、たまに手紙を書きます。そう、だからレターセットを集めるのも好きなので、今でもたまにこう、雑貨屋さんとか、文房具屋さんに行った時は、こう可愛いレターセット見つけたらね、買ったりしていますね。うん。なので、これからもお手紙はね、時々書きたいなーって、思うし、今までもらったお手紙は、これからも大切に保管していきたいなって思いますね。はい。そして最後は、愛犬りーちゃんが使っていたブランケットです。はい。これも本当に大切な大切な宝物ですね。うん。で、りーちゃんは、私が10代の頃から一緒に生活していた、ワンちゃんなんですけど、そのりーちゃんがね、去年、天国に行ったんですよ。うん。で、そのりーちゃんが10年以上使っていたブランケットですね。うん。で、りーちゃんがね、この天国に出発する時に、寂しくないように、一緒にそのブランケットも入れてあげようかなっていうのも考えたんですよ。で、お母さんと一緒に「どうする？」って「入れてあげようか」とかね、あの、たくさん話し合ったんですけど、でも私がどうしてもそのブランケットが欲しくて、うん。で、「りーちゃんごめん。私が、
大事に使うねっていうことで、そう、私がね、もらいました。うん。りーちゃんの形見としてね、もらったんですけど、で、この形見っていうのが何かっていうと、亡くなった人とかペットが、大切にしていたものとか、あとは使っていたもののことですね。うん。で、残された人が、その人を思い出すために、大切に持っておく。それを形見って言います。なので、そのブランケットは、本当にりーちゃんの形見なんですよ。うん。で、そのブランケットね、ピンクのブランケットで、イチゴがね、ポン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 って描かれている、すごい可愛いブランケットなんですけど、このブランケット、何回か洗ったんですよ。うん。で、何回か洗ってるんだけどね、なんかね、りーちゃんの匂いが残っている気がするんですよね。そう、何回洗っても、なんか嗅ぐと、ほんとにりーちゃんの匂いがするんですよ。だから、そのりーちゃんの匂いを思い出すことができるので、本当に幸せな気分になるんですよね。うん。で、私、りーちゃんの、なんとも言えない犬の匂いっていうんですか？その匂いが本当に大好きだったんですよ。うん。今でも鮮明にもう思い出せるぐらい、そう、その匂いとかも覚えているんですけど、そう、それがね、このブランケットにまだね、ほんのり残っているので、そう、そのブランケットを抱きしめながら寝るとね、ほんと落ち着くの。うん、すっごい落ち着くんですよ。で、やっぱりたまに、私普段ね、もうすぐに、もうベッド入ったらすぐに寝れるタイプなんですけど、それでもたまに、寝付けない時、なかなか眠れないなっていう日とかがあるんですけど、そういう日とかに、顔にね、このブランケットをかけて寝ると、もう、おじいちゃんの香りがふわーんとするから、それで一気に落ち着いて、すぐに眠れるんですよね。もうぐっすり眠れるんですよ。そう。だから、このね、ブランケットもね、うん、本当に、りーちゃんを思い出すこともできるし、そう、なんかりーちゃんが本当に今でもそばにいるんじゃないかなっていう気持ちになれるので、これもね、一生大切にしたいなって思っているものの一つですね。はい、今日はですね、今でも捨てられない大切なものについてお話ししました。いかがでしたか？皆さんもね、もし今でも捨てられない大切なものがあればね、ぜひコメントで教えてください。はい、それでは本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。